出身どちらですか？フランスから来ました。パリの近くある小さい村に住んでいました。私フランス行ったことなくて。ようこしたいですか？行きたいんだけど、ちょっと遠いからな。今は何年ぐらい日本に住んでるんですか？日本に住むのが実は2回目。2年前ぐらいに日本に来て初めて留学しました。そして去年の9月に2回目の留学を始めて、今は2回目の留学です。日本の大学に通っているっていうことですか？そうですね。何の勉強してるんですか？専攻は日本学です。日本学。つまり、日本語と日本文化を専攻しています。ちなみに今、漢字の勉強されてましたよね。そうです。私、外見は日本人じゃないなと思ったんですけど、漢検の勉強してて、これ日本人かなって思ったんですよ。漢検の勉強してる外国人を初めて会いました。ああ、そうですか。勉強してる人います？私の周りにいないんですけど、多分、中国人と韓国人の留学生の中で、この試験を受けたいと思う人がいると思います。中国人はすでに彼ら漢字使ってるからうん、そうですね。明らかに。有利だね、彼らの方が。だから気づいたのは、中国から来た留学生は、ヨーロッパもしくはアメリカから来た留学生よりも漢字が上手。ちなみに、日本に来るの2回目なんですけど、日本は慣れましたか？慣れたと思います。日本に来る前に、日本こういった国だと思ってたけど、実際日本に来てみたら違ったとかあったりします？日本に来て驚いたことは正直特にありませんでした。ここに来る前に、実はパリにある大学で日本学を学習していましたから、日本の文化と社会についていろいろ学んで、その理由で日本に来て驚いたことはあんまりなかったような気がします。そしたら日本に来る前にある程度もう日本語は話せたんですね。そうですね。でも本当に日本に来て日本語力を上達できたと思います。よく外国人に話しかけて日本語できますかって聞くんですけど、お姉さんみたいに日本語話せる人あんまりいないので、自信持ってください。ありがとうございます。漢字の勉強してますし。頑張ります。多分私より漢字できると思うんだよ、お姉さん。日本って他の国と違う部分たくさんあると思うんですね。日本のこういった文化慣習慣れないとか、そういったのってあります？例えば、時間厳守とか。外にゴミ箱はないっていうことに不便だなといつも思います。パリの街にどこでもありますから、それはまだあんまり慣れてない。あと、フランスと日本の文化は異なっているので、コミュニケーションの取り方も違う感じで、日本人の場合では、あんまり正直に気持ちを伝えない。相手がどんな考えをするかよくわからなくてフランス人はいつも正直に思っていることを話して外国人全員そうやって言います。日本人は相手を傷つけたくないからっていう理由であんまり正直に言わないけど、フランスの文化では正直であることが重要なことですので、逆にフランス人と話したら正直に気持ちを伝えないと、それが相手に悪く見られてるかもしれないから。ストライキとかめっちゃあるイメージあります。あります。労働者の権利のためのストライキ。でも日本にもあると思います。フランス人の人から聞いたことあるんですけど、電車とかよくストライキで止まるって言ってたんですけど、確かに。止まるんですか、電車？その時はありますね。電車が遅れてる場合も結構あって。賃金上げねえと
電車運転しないぞみたいな。まあまあそういうことはありますね。じゃあ次の質問なんですけど、日本に住んでいるフランス人代表として、これから日本に住みたいフランス人に対して何か一言ありますか？日本のパンは美味しくないよとか、何でもいいです。フランスのチーズとパンの方が美味しいです。アドバイスは一つあります。本当に日本に住みたいと思ったら、来る前に一生懸命日本語と日本文化を学んだ方がいいと思います。二つの文化の間に違いが多くて、来る前に何も学ばないとショック受けるかもしれないから、いろいろ勉強した方がいいと思います。あと、フランスも同じ状況なんですけど、外国語が話せる日本人があんまりいないから、日本語の勉強が不可欠だと思います。日本語を話せないと、日本人とあんまり交流もできないと思うから、コミュニケーション取れなくて、友達もなかなか作れないと思いますから。お姉さん日本語上手に話しますけど、日本人の友達はたくさんいますか？います。たまに外国人の方が日本人と友達になるの難しいって言ってるんですよ。理由はさっきお姉さんが言ったように、フランス人の人とかは正直に言うから、それで関係性があんまりうまくできないっていう風に言っている外国人の方は会ったことあるんですけど、思いませんか？そういう風に。日本語が上手にできるフランス人は多分少ないから、コミュニケーション取りたいときに問題になると思います。逆に恋愛する時とかって愛情表現好きとかそういったことを外国人男性は言ってくれるから、日本人女性は結構外国人男性と付き合いたい人多いんですよ。日本人の人と付き合ったことないですか？実は今付き合ってます。フランス人の男性と違わないですか？違うと思いますね。性格とか言い方。やっぱり彼氏にもっと気持ちを教えてほしい。ちゃんと気持ちを伝えられないのはちょっと悪いなと。物足りないっていうこと。そうですね。はい。でも多分それは日本人の教育は一つの理由ではないかなと思う。間違いないですね。日本人の教育って机に静かに座って先生の言うこと聞く、ディベートしたりとかないので、自分の考えを話すっていうのがあんまり得意じゃないんですよ。学校でも自分の意見をみんなの前で伝えるようにあんまり促されていない。従順になる。多分、彼女や彼氏ができたら、恋愛関係にも影響するのではないかと思う。絶対彼氏見てないんで。日本語学んでる人しか見てないんで。私は外国人の人と付き合ったことないんで、私は全然わからないんですけど、ちょっと難しそうだなって感じる部分は私は個人的にあります。食事とか、日本って宗教もないから、あと笑わせるのがちょっと難しいなと思います。その辺が外国人の人と付き合うの難しそうだなっては思ってます。私料理するんですね。もし一緒に住むってなったら、私が料理したいんですよ。日本食料理しか私作んないんで、例えば朝ごはんはパンじゃなくて味噌汁とご飯みたいな。外国人はそれにってなっちゃうかもしれないんで。日本に来て日本風の朝食を食べ始めて、今結構慣れてきたと思いますが、フランスの場合ではしょっぱいものじゃなくて甘いものを食べて、パンにジャム、バターかけるとか、お菓子を食べる。朝食はとても違いますね。日本に住んでる外国人で、日本食嫌いって言ってる人、私会ったことないです。でも納豆が嫌いな人多いです。それはよく聞きます。ウニとかわかります？ウニはあります。食べられないですよね。私食べられます。イクラとか食べられます？
いくら食べられます。生姜が苦手です。生姜を、寿司を食べるときに食べますね、日本で。馬の刺身とか知ってます？知ってます。実はフランスで馬の肉を食べますから、私食べます。じゃあ最後いいですか？せっかく今、日本人と付き合ってるってことなので、はい、日本人と付き合いたい外国人たくさんいると思うんで、日本人と付き合うときは、ここ気をつけた方がいいとか、ここ妥協した方がいいとか、なんかあります？一言。恋愛関係の中で、日本人はしばしば早い段階で結婚したいって言っていて、それは文化的な違いなんですけど、じゃあ、関係の勉強頑張ってください。お姉さんすごいおしゃれだなって思いました。フランス人ってファッションとか、おしゃれなイメージが。それはちょっと偏見かもしれないんですけど。以上になります。メルシーブックですね。